今日はタイ・バンコクのスワンナブーム空港でタイ国内線へ乗り換えした時の様子をお届けしたいと思います。こんにちは。旅行が好きで限られた休みで子連れ旅をしているみずほです。子連れ目線でリアルな旅の話をしています。今回私たちはタイ国際航空を利用して羽田空港からバンコク経由でチェンマイへ行きました。乗り換えってだいたい何時間ぐらい必要そうとか、帰りの便でラウンジを使いたい場合の注意点も合わせて素人目線からお伝えします。どうぞご参考ください。まずスワンナプーム空港へ降り立った後の流れをざっくり紹介します。羽田空港からスワンナプーム経由でチェンマイに行く場合、荷物は同じエアライン利用のためバゲッジスルーで羽田で預けた後チェンマイで受け取ります。またタイでの入国審査はスワンナプーム空港で行います。またスワンナプーム空港からの乗り換えの間に荷物検査が再度あります。ちなみに帰りは荷物は同じようにチェンマイ空港で預けてそのままバゲッジスルーで羽田空港で受け取り、そして出国検査がチェンマイの空港であります。そして同じようにスワンナプームで乗り換えするときに再度荷物検査があります。同じエアラインなので乗り継ぎもすぐわかるかなと気楽に空港へ降り立ったところ、途中で右へ行けばいいのか左に行けばいいのかわからなくなってしまって、それといった標識もなくその場にいた空港職員の方へ尋ねることになりました。その際行き先はどこかと聞かれたので、目的地によって方向が違ったようでした。私たちチェンマイへ行く人たちは動く歩道を何本も歩いてずっと先の果てまで行きました。するととあるところに大量の外国人が並んでいる場所があって、私たちもそこに並ばされました。ちなみにタイ航空とバンコクエアラインの利用者で列が分かれていたのですが、圧倒的にタイ国際航空の利用者が多かったです。まずここの行列では航空券の確認と TDAC の登録がされているのかを確認され、 OK だったら入国審査に進みます。私たちは早朝の時間帯の乗り継ぎで、入国審査は窓口が多めに開いていてすぐに済んだのですが、その後の荷物検査が検査場があまり大きくなくて、だいたい15分から20分ほど並びました。ちなみに荷物検査なので、ここでペットボトルの水は捨てなければいけません。ただ液体だけを捨てられるような場所がなかったので、みんなしょうがなくペットボトルごとゴミ箱へ捨てていました。そしていきなり国内線の搭乗口になります。私が見た限りではラウンジもレストランも見つからず、売店で40バーツのお水と80バーツのジュースを買ってひたすら椅子に座って待ちました。日本からバンコクまでの飛行機を降りて乗り継ぎ便の搭乗口に着くまでだいたい1時間程度でした。私たちはバンコクでの乗り継ぎ時間が2時間程度あったので、搭乗口で数十分暇をするような感じでした。逆に乗り継ぎ時間が1時間とか1時間半ぐらいだと少し余裕がないかなと思いました。乗り換え時間まで長時間間が空く場合は、乗り換え手続きに向かう前に先に食事など済ませておくのがいいのかなと思います。それにしても乗り換えの入国審査や荷物検査は時間が読みにくいので悩みますよね。やっとの思いで乗り継ぎ便に搭乗しました。ここで嬉しいサプライズがありました。なんと国内線にもかかわらずエコノミークラスにも軽食が配られました。バンコクからチェンマイまでわずか1時間半足らずなのですが、結構大きめのチキンラップとあとお水が配られて、ビジネスクラスにあたる座席ではしっかりとした食事が出されているようでした。味もしっかり美味しくって、またお腹が空いていたのもあって完食してしまいました。ちなみに私はもともと日本からバンコクまでの機内食でフルーツプラッターミールを予約していたのですが、この国内線にもそれが反映されていたようで、1人分はフルーツが出されました。そしてそれは子供が喜んで食べていました。いよいよチェンマイ国際空港に到着しました。チェンマイに到着した時、国際線経由で来た人とタイ国内から来た人で行く先が違うようでした。そんなに大きな空港じゃないと思っていたのですが、この歩く通路が結構長かったです。そして荷物受け取りになります。
乗り継ぎがあると自分たちと一緒に到着しているのか不安になりますよね。でもちゃんと荷物もついていました。これで晴れて空港を出てチェンマイ市内へ向かいます。私たちは空港からホテルまでグラブを利用しました。車は空港周辺にたくさんあってすぐ見つかったのですが、肝心な乗り場がよくわかりませんでした。アプリの地図を見ると空港からちょこっと外に出たところに乗り場があるように見えてちょっと心配だったのですが、結局空港の一番端っこに乗り場がありました。ドライバーさん到着するまで待ってくれてていい人でした。ちなみにチェンマイからバンコク経由で日本へ帰る時の流れもすごく簡単にですが紹介します。まずチェックインカウンターで荷物を預ける時に注意があります。国際線への乗り継ぎがある人はチェックインカウンターでシールをもらってこれを体に貼るように言われます。このシール一体いつまで貼っておけばいいのかわからなかったのですが、なんとスワンナプーム空港で乗り継ぎするときに大切な目印になります。帰りの乗り継ぎでもスワンナプーム空港内ではほぼ確実に道に迷うのですが、このシールがあると職員の人がどこへ行けばいいか案内してくれます。同じマークの看板を大きく掲げてくれている職員もいました。なのでスワンナプーム空港での乗り継ぎが完了するまでは服かバッグか見える場所へ貼っておいた方がいいと思います。帰りはチェンマイ空港内で荷物検査と出国審査があります。ちなみに同じ国内線を利用する人でも国際線へ乗り継ぎがある人とタイの国内線だけを利用する人で搭乗口が違うようでした。私たちの行った搭乗口は人が少なくてガラ空きだったので、飛行機も空いているんだろうなと思っていましたが、別の搭乗口から国内線のみ利用の人が結局ドーッとやってきて、結局機内はほぼ満席でした。そしてスワンナプーム空港へ到着して先ほどのステッカーのマークを頼りに空港職員の人に案内を受けつつ乗り換えの場所へ歩いていきます。まず小さなカウンターで航空券があるかなど簡単なチェックをして、そしてその後荷物検査をして搭乗口に向かうことになります。また搭乗口によっては列車に乗ってターミナル間、メインターミナルとサテライトターミナル間を行き来します。私たちはさっさとこちらで荷物検査などを済ませて、あとはラウンジでゆっくりしようと思ったのですが、ここで要注意です。先ほどちらっと話しましたが、スワンナプーム空港は列車に乗ってターミナル間を移動します。ただターミナルによってそこにあるラウンジが異なってきます。私たちの搭乗口があったサテライトターミナルは、こちらにはミラクルラウンジとエミレーツラウンジしかありませんでした。そして私たちがもともと行きたかったタイ航空のラウンジを利用したい場合はメインターミナルへ行くように言われてしまいました。結局メインターミナルへまた列車に乗って戻ることになったのですが、再度荷物検査を受ける必要があってかなり面倒でした。なのでまずは乗り換えのカウンターで航空券の確認などした時にラウンジを使いたい旨を伝えて、どちらのターミナルにあるのか確認するのがおすすめです。ラウンジがあるメインターミナルから搭乗口があったサテライトターミナルへ行く時ももう一回航空券をかざして荷物検査をして、そしてまた列車に乗ってターミナル間を移動します。人が多いとここで30分ぐらい時間を要しますので、余裕を持って移動するといいと思います。以上がスワンナプーム空港での乗り継ぎになります。別の航空会社を利用される方はまた流れが違ってくるかと思いますが、とにかくスワンナプーム空港は広大で、アジア、欧米、あとは中東など各国から旅行客が集まってきている印象でした。でも空港の職員の方皆さんとっても親切だったので、迷った時はまず聞いてみるのがいいと思います。次回以降はいよいよチェンマイ旅行の紹介をさらにしていきたいと思います。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまたね。